皆さんこんにちは、村田治です。今日は作画の技法のご説明の前に、来月行われます私の個展のご紹介をさせていただきたいと思います。期間は5月15日水曜日から20日月曜日、時間は11時から午後の6時までになります。最終日は4時までとなります。ギャラリーですが、岡山市中区にあります岡アートギャラリーという場所になります。岡山にあります美しい庭園の後楽園のすぐ東側になります。ちょうどそばに竹久夢二ですね、郷土美術館がありますので、目印にしていただければいいと思います。駐車場がだいたい4台から5台ほどありますので、お車でお越しの方はそちらに停めてください。もしですね、止められない場合は後楽園の駐車場もそれほど遠くありませんので、そちらもご利用できるかと思います。ギャラリーの住所と、それからギャラリーへのページのリンクですね、下の説明欄の方に書いておきたいと思います。ご都合が合う方、ぜひお越しください。私は会期中すべて、ギャラリーにいる予定にしております。もしお越しくださいましたら、ぜひYouTube でですね、見ていましたよと一言声をかけてくださると嬉しいです。それでは今日の作画についてご説明に入りたいと思います。今日はちょっと大きな絵を描きました。で、街の風景が最近多かったので、久しぶりになりますが、森といいますか、木とかですね、光とか、そういうテーマで描きたいと思います。これがですね、資料写真になります。ちょうど朝の散歩の時の非常に光がいいタイミングで、撮影ができました。この場所は普段よく行く場所ですので、写真も何枚も撮っていますけれども、このショットはかなりベストショットの1枚だと思います。ただ絵にするのにですね、ちょっともう少しイメージを広げたくって、しばらく絵にはしていませんでした。で、今回ちょっとイメージが固まってきましたので、実際に作画してみたいと思います。いつものように色は自分の好きな色に変更していきたいと思います。全体がキラキラ光るような不思議な世界といいますか、そういったものが表現できればなと思っています。スピードはノーマルスピードでお送りしています。長くなりましたので、編集はしております。紙はアルシュになります。サイズはですね、今回、水彩画の規格学のサイズの中で一番大きな全紙サイズにしたいと思いますので、ちょっと普段よりずっと大きいですのでですね、立てて描いています。卓上イーゼルを机に乗せて、そこにボードを立てかけて描いています。鉛筆は 2B ですね。鉛筆の後ろの方を持って木の流れをあまり硬くならないようにね、描いています。大きな形の塊といいますか、流れといいますかね、そういうのだけを書いています。
この段階で全然、写真的にリアルに描く必要はないと思います。スプレーで全体に、水を吹きつけています。で、大きめの筆でいろいろなところに光の色ですね、木の向こう側にある光の色をまず塗っています。絵の具はウィンザー&ニュートンのウィンザーオレンジですね。で、先ほど濡らしていますので、にじむかと思います。筆をトントンと叩いて、水滴を飛ばしています。パーマネントローズの色の水滴も飛ばしています。この技法をスプラッティングという言い方をします。水が下にありますので、スプラッティングをした絵の具が自然に場所によってにじんでいますよね。ここで一度ドライヤーを使って乾かしています。途中ちょっとボードを傾けて、にじみを流すということもしています。パレットをちょっとアップにしましたが、今これからですね、暗い色を塗ろうと思っています。で、絵の具はウィンザーニュートンのウルトラマリンとパーマネントレッドがメインで混ぜて、紫っぽい暗い色を作りました。ちょっと書道のような感じで、勢いをつけて、書いていますが、もう少しゆっくり書いても大丈夫だと思います。この時のかすれとかを利用する場合があるのでですね、そういう書き方にしていますけど、書き込む場合はそういったかすれも消えてしまいますので、そこまで神経質にですね、スピードを持って筆を動かす必要はないかと思いますが、なるべく僕は線を描くときにですね、勢いよく描くようにしています。少し暖色系ですね、ウィンザーレッドとウィンザーオレンジを混ぜた暖色系の色を先ほど塗った紫色がまだ乾かないうちに塗って自然ににじませています。ウェットインウェットですね。歯のところも少しウェットインウェットで描いてみています。ここはセルリアンブルーを後から垂らしています。
濡れてる時にまたボードを手前を上げてですね、向こう側にこうにじみが行くようにしていますね。ボードの傾きをなくして水平にしました。いろんな色をですねスプラッティングで、散らして葉っぱを表現しています。どの色を散らすかというのは自分の描きたい色を優先させた方がいいと思います。で、最初の頃はそれがねまだわからないかと思いますが、それぞれの方が好きな色ってのはあると思いますので、その辺を大事にしていかれたらいいと思います。小筆を使って、軽くですね向こう側にある木を描いています。これはですね爪を使って、ちょっと鋭いラインを描いています。木の影を描くために絵の具を作ってますけど、ウルトラマリン、それからコバルトブルーも混ぜて、あとパーマネントローズですね、濃いめの紫を描いています。作っています。僕はですね那須高原というところに10年ぐらい住んでいました。で、別荘地の中に定住しておりましたので、こうした森みたいなところの中に住んでいたということで、木がとっても好きなんです。それで、よく描いてましたね。で、木だけというよりも、この影ですよね。木漏れ日で、描かれる木の影が本当に綺麗だと思います。で、こうした木の影とか空気感を描くのには、水彩画がもうかなり適している、一番適しているんではないかと思います。那須高原に住む前は、東京に行ってイラストレーターをしていたので、ほとんど木に接することがなかったというか、都会の中ですよね、住んでいたんですけれども、当時はいろいろな画材を使っていました。アクリルとかパステルとか油絵とかですね。一番多かったのがアクリルですね。やっぱり出版とか広告の仕事になりますので、乾くのが早い画材ということもありまして、あと色が強い、印刷にしたりするので色が強い画材ということで、どうしてもアクリルが多かったですよね。イラストレーターになる前からですね、水彩が一番好きだったんですけれども、結局那須高原に来て、縁があって個展活動するようになってからですね、やはり、見に来る方も水彩画が一番、好きな方が多かったですよ。
で、自然と、水彩がメインの作風に最近はなっています。ホワイトガッシュをスプラッティングしています。で、ところどころ濡れていますので、ガッシュの絵の具が少しにじむようになっています。ガッシュは強いので、絵の具として少しにじましたぐらいがちょうどいいかなという感じがしますね。で、ちょっと拭き取ったところもありますね。光を表すために。もう一度スプレーをしています。で、ちょっと絵の具を流していますね。で、これ、なぜ流すのかというとですね、ちょっと光の方向を表現したい。これ今ちょうど左上を高くして右下を低くして光が左上から右下に流れるっていうのを絵の具も同じようににじみを流しているということになります。乾いてはスプラッティング、乾いてはスプラッティングの繰り返しで、細かく丁寧に葉っぱを描いています。で、この辺で、一番濃いところですか、木の幹のところを描いています。ウルトラマリンとバーントシエナ、それにちょっといろんな色を混ぜて、暗い色を作っています。ペインティングナイフでちょっと鋭いラインを描いています。先ほど爪で描きましたけど、爪よりもっと絵の具が削り取られるので強いラインになりますね。あまりこれはやりません。部分的にちょっとやるだけですね。紙が破れないように気をつけてやります。一番細い筆を使って、細い幹とか枝を描いています。先ほど濃い紫系の色で塗った幹のところですけど、ちょっと暖色系を入れた方がいいかなと思って、その上からまた塗っています。街のシーンの中で言うと人物を今描いているという感じですね。メインキャラクターである人物のところを丁寧にゆっくりと描いています。ここの部分は丁寧にリアルに描いた方がいいと思います。主人公ですからね。ここをきっちり描いておくと周りの背景のところの描き込みは逆にあまりしない方がいいと思います。
全部をですね、全部の画面の中にあるいろいろな要素をすべてきちっと書くという方法ももちろんありますが、僕はメインの主人公のところだけ、しっかり丁寧に書いて、他はフリーな感じで、自由な感じで、やる方が好きです。ガッシュのスプラッティングですけど、ちょっと筆と筆を叩いてですね、やっています。で、指でこうやってやったり、でもう少し丁寧にやるときは筆先で点々点と描くということになりますね。すべて細かい点で描くととってもうるさい絵になってしまいますので、場所によって太いっていうか大きな白の塊もつけます。ただまだ全体が少し湿っているので、ちょうどぼやけてくれて、あまり強い白にならないのでちょうどいいんではないかと思います。もう一度影をね、濃くします。もう影だけでも3回か4回重ねてますよね。どうしても水彩は乾くと薄く絵の具になりますので、このように何回か重ねて本当にこういうところは描いていきたいと思います。描いていきますね。ちょっとここは丁寧に資料写真をゆっくり見て描いています。周りのところはそれほど丁寧に描かなくていいと思いますね。だいぶ出来上がってきましたので、ボードをもう一度立てて、全体を遠くから眺めたりして、それで描き進めています。パーマネントローズとホワイトガッシュをちょっと混ぜて、薄いピンク色の絵の具を作って、それをスプラッティングしたりしていますね。資料写真にはピンク色はありませんけれども、描きながらちょっとピンクっぽい色を入れたいなと思ってそうしました。で、部分ゆっくりと丁寧に描いて、存在感がある絵にしています。リアルにしていますね。何度も言いますけど、全部をリアルに丁寧に描くとうるさい絵になってしまいますので、ポイント、ここが大事だというところだけ、本当に丁寧に描くようにしています。メインキャラクターのところ、人物のようなところ、何回も気が進むまでといいますか、納得がいくまで描き込んでいます。もうこの段階まで来ますとほとんど出来上がっているので、あとはどこまで手を入れるかですね。どうしてもやりすぎてしまうので、気をつけながら描いていきます。描き込みすぎないようにですね。最後は本当に細い筆で、ここの葉っぱを描きたいなというようなレベルですね。水をつけた筆でちょっと濃すぎるなというところ絵の具を取っています。はい、これでもうほとんど完成になりますね。もう少し後で手を加えて、良いカメラで撮った映像がこちらになります。今日は
木漏れ日のあふれる道を描いてみました。5月の個展の方もですね、皆さん、よろしかったらぜひお越しください。その後はですね、11月の神戸、それから来年2020年5月は東京の銀座で個展を行う予定です。それでは皆さん、またお会いしましょう。水彩画を描いて幸せな人生をお送りください。